初代ロックマンの生みの親が制作に携わった名作アクションゲームの RTA、始まるよ。ココロンは、1991年5月3日に株式会社タケルから発売されました。ジャンプとショットを駆使して色々なステージをクリアしていく、メルヘンチックな彩りのアクションゲームとなります。ストーリーの導入としては、ここは不思議な夢の世界。魔法使いテーパーに案内され、この世界にやってきた君子と主人公は、悪者にさらわれたルーア姫を探すため冒険の旅に出かけます。そんな見るからに可愛らしい雰囲気漂う本作ですが、アクションステージで操作するキャラクターを、自分の手で作成することができちゃうのが大きな特徴となっています。顔と体、それから武器の3種類を1つずつ選ぶことができるので、君だけのキャラクターを作って、夢の世界へ旅立とう。という具合にゲームの紹介を簡潔にさせていただいたところで、早速本編を開始させていただきたく。それではオープニングデモが終わり次第、RTA を始めていきましょう。タイマー開始はゲームスタートを押した瞬間からです。では、はい用意スタート。ゲームを始めると夢先案内人ことテーパー君との会話が始まりますが、スタートボタンでスキップしていきましょう。さてオープニングが終わったら、早速キャラメイクのお時間。まずは一番使っていくことになる主人公的キャラを作っていきましょってことで、フェイスはゴースト、ボディはウィング、アームズには手裏剣を選んで、はい作成。キャラメイクが終わりましたらいよいよアクションステージへ。ってことで、まずはミルクの海から攻略を始めていきましょう。このステージは短い一本道だけなので難しくはありません。壁や敵に衝突しないよう気をつけつつ、ウィングの浮遊能力を駆使してノンストップで駆け抜けていきましょう。ちなみに海を漂っている泡には乗れます。ということでステージの右端に到着すれば、ボスの海賊フリントとのバトルです。ボス戦では、画面上にじっとボスの体力が表示されます。という具合にとんでもないライフ差ですが、ボスには無敵時間がないので、ひたすらショット連打で一気に削り切っちゃいましょう。なお船本体と接触するといくらライフがあっても即死するので、ぶつかる前に頑張って倒しきりましょう。ボス戦後の会話では、ルーア姫は森に住む妖精がさらっていったかもという話が聞けます。でどこからともなく降りてきたテーパー君の悩ましいポーズを眺めた後は、二人目のキャラクター作成のお時間。二人目ですが、フェイスはハテナ、ボディはウィング、アームズはメロディーを選びましょう。作成後はキャラクター選択ができるようになりますが、しばらくは骸骨くんを使っていきます。ってことでお次はトランプの城へ。ここはいきなり初見殺しの亀が降ってくるので注意です。キャラメイクに関して補足ですが、各パーツにはウェイトというパラメータがあり、この数値が少ないほど、移動速度とジャンプ力が増えます。ですので RTA ではなるべく軽量のキャラを作っていきますよ。ここ初見殺し、ここも初見殺し。亀は接触ダメージも8と極大なので、絶対にぶつからないよう注意です。ステージ後半からは壁の模様が変わり、上に登っていく構成に。妙に攻撃方法が多彩なアルマジロなどを全スルーしつつボス部屋を目指していきます。ちなみに雑魚敵を撃破すると卵をドロップします。この卵を破壊すれば回復アイテムや武器強化アイテムが拾えますので、通常プレイでは敵を倒しながら進むと良いでしょう。なお RTA では武器は最後まで初期状態のままです。しょうがないね。そんな話をしている間に、ここはトランプの城の作用。どうやらこの城の王様はジョーカーに騙され、カードに閉じ込められてしまったようです。というわけで本ステージで滅ぼすべき対象はジョーカーなのですが、まずは前座として、キングを除くトランプのカード、すなわち1から10とジャック、クイーンが襲ってきます。1から10のスペードを倒す必要はありませんが、すべてのスペードが画面内から消えた時点で次のカードが襲ってくる仕組みとなっているので、時短のために迎撃していきましょう。実際は的が超小さいせいで結構ガバってますが、まあ誤差だよ誤差。またスペードの接触ダメージは1なので、多少被弾しても気にしなくて OK です。スペードが打ち尽くされると、今度はジャックとクイーンが襲ってきます。ショット連打で消しましょう。クイーンをやった後はジョーカーを滅ぼすのですが、戦い方は、
ショットを打ちながら突っ込んで接触ダメージを受け入れつつ、ボスが右上に移動することを信じて強連打で対処。今回は操作とお祈りが完璧に決まり最速で対処できました。ちなみにジョーカーは時間が経つにつれてスピードアップしていくという性質を持っています。最初に撃ち漏らすと超スピードで暴れ始め、短期決戦どころではなくなってしまうので、その場合は再走することでリカバリを狙うと良いでしょう。さてステージクリア後は3人目のキャラメイクが行えます。3人目くんにも一度だけ出番がありますので、ここではフェイスはゴースト、ボディはボート、アームズはペンシルを選んでおきます。でキャラメイク後は相変わらずの骸骨くんを使ってかき氷の山へ。かき氷の山という名称のステージですが、ルートの関係であまりかき氷っぽさはないです。ってことで本ルートではかき氷要素は忘れ、星の道と雲を渡って進んでいきます。ここから足場として出てくる雲ですが、見た目よりも結構小さいのでうっかり落ちないように気をつけましょう。そうそう、ルートがどうのと申し上げましたが、本作のステージは開始地点、つまり直前に攻略したステージによって大きく構成が変化します。最短経路を目指す RTA で採用されるルートはほぼ一択ですが、通常プレイではいろんな道を楽しむことができますね。さてボスのシルバードラゴンくんですが、この子はラスボスの次に厄介です。まずは氷を破壊して中身を出してあげましょう。あとはショット連打で倒すだけなのですが、ボスはこちらの攻撃に反応してランダムな高さに飛翔します。上空に逃げられるとこちらのショットが届かず大幅ロスなので、祈ることで対処していきましょう。撃破されたドラゴンくんはトナカイの代わりとしてサンタさんに刺激されて一件落着。そしてステージクリア後は案の定4人目のキャラメイクが行えるのですが、RTA で出番があるのは3人目までなので、これ以降の子供は適当に作ってしまって OK です。補足ですが、一度使ったフェイスとボディは在庫切れとなり選べなくなってしまいます。キャラクターは最終的に6人にまで増えますが、全員を同じパーツで揃えたりはできないってわけですね。ってことでお次のステージは星降る丘。後半からは狭い足場を渡っていくので、落下に気をつけていきましょう。ここ夢に出てきそうな世界観でグッドだね。この辺は軽量級の姿とウィングがあれば楽々突破できるのですが、重量級かつウィングなしだと途端に地獄に化けます。ここに限らずだけどね。さて触れるとダメージを受ける流れ星の大群を越えた先には、可愛い顔をした満月くんが待ち受けています。バトルが始まったら左端に行ってボスの出現を待ち。ボスが姿を現したらいつものショット連打で一気に行かせていただきましょう。なおボス本体や射出される前の星に触ってしまうと一発で死ぬので注意です。ボスの出現位置は3カ所からランダムですが時期と重なって出てくることもあるので、開幕は必ず端っこに行くようにしましょう。バトル後の会話では、ボスの満月さんは変な魔法使いにけしかけられたために主人公を倒そうとしたのだという話が伺えました。変な魔法使い。一体誰なんだろう。でキャラクターはもう不要なので、5人目の子も適当に作りまして。そして次は星降る丘から最後の前半ステージである妖精の森へ向かうのですが、開幕から痛みを伴う流れ星が大量に降ってきます。かなり難しいですが、気合で避けつつ進んでいきましょう。幸い流れ星の当たり判定は見た目よりも小さいので、スレスレまで近づいても割と大丈夫だったりします。ここでエクレアゾーンが見えたらあとは強行突破しましょう。本ルートは前半部分は難しいものの、ここから先は比較的簡単です。安心。そういえばエリアの途中には大きな卵が空中に落ちてありますが、あちらを破壊すると回復アイテムが一気に3つ出てくる場合があります。一方で敵が3個飛び出してくることもあるので、破壊する際は近づきすぎないよう気をつけましょう。今の場所、下の草から上の草へ飛び乗りましたが、最初からジャンプして上の草に乗った方が良かったです。さて妖精の森のボスは、自称世界一美しい女王こと北宮さん。見た目的に味方っぽい外見のボスですが、おそらく最弱です。適当に連射して倒しましょう。ただしノーダメージで倒すとなると攻撃を避けるのが結構シビアなので、最低でも一発耐えるライフは確保しておきたいですね。
そうして北宮さんを倒すと、彼女に囚われていたココロンの妹ことココリンを助けることができます。あ、ゲームタイトルのココロンというのは妖精の名前です。ココロンの出番は後半なのでちょっと影薄いかも。さて6つのボスを撃破した後は、いよいよ悪い魔法使いにさらわれたというルーア姫を助けることになるのですが、今助けたココリン曰く、このルーア姫はステージとステージの間にある大きな卵の中に閉じ込められているそうです。よって世界のどこかにある、姫が入っている大きな卵を探すことになるのですが、正解の場所は固定。その場所とはズバリ、妖精の森からミルクの海、もしくはその逆ルートでのみ通過できる地下エリアとなっています。ってことで再びミルクの海へ向かうのですが、ここでキャラクターチェンジ。ここからしばらくはボスが出現しないので、より軽量なスマイルくんを使っていきましょう。ちゃんと降りて。スマイルフェイスをはじめハテナに属するフェイスは最軽量、しかしライフが最低というピーキーなパーツです。同じく武器のメロディーも低火力ながら最軽量なので、こういったボスのいないステージ向きの性能をしていますね。こちらの道を進んだ先にルーア姫が囚われています。そして救出したルーア姫との会話にて、お姫様をさらった者の正体が判明。姫をさらった悪い魔法使いとは、なんと主人公を夢の世界へ誘ったテーパーくんでした。ってことでここからはテーパーくん撃破に向けての後半戦。ワイリーメンよろしく、一本道のステージを順に攻略していきます。なおルーア姫救出時に操作していた以外のキャラクターはさらわれてしまい、助けるまでは使用不能となります。今プレイ中の後半ステージ1はジャンプしつつ駆け抜けるだけで楽勝です。しかし初見プレイにおいては、おそらく何度もやり直すステージになるでしょう。とりあえずゲームの方は骸骨くん救出。ですが彼の出番はまだ先、引き続き機動力に優れるスマイルくんに頑張ってもらいましょう。関係ないけどキャラ選択の時に言われるどれを選ぶってセリフ、仲間を物扱いしててグッドだね。さてステージ2ですが、ここは上空を飛んでいけば楽勝。でもうっかり落ちたら再起不能なので操作ミスには気をつけましょう。このゲーム割と滑るからね。はいクリア。なおこの先、5つ目のステージをクリアするまでは、一度でもミスをすると、なんとまたステージ1からやり直しになります。厳しすぎる。お次のステージ3は、触れると特大ダメージなサボテンに気をつけて進んでいきます。高機動力かつウィング持ちのキャラであればそれほど難しくはありませんが、一度でも無駄なダメージを受けたらクリア困難となり RTA 終了なので、絶対に操作ミスをしてはいけません。ここは一旦花に乗って、あとはスカンクにぶつかりながら突っ込みましょう。そしていらない高救助完了。次のステージ4は真っ白の海です。水中には危険なサボテンが大量に配置されており、避けながら進むとなると時間がかかってしまいます。というわけでここでは3人目のボートくんを起用しましょう。ではいざ発進。楽勝でのダメージ突破だぜボートはウィングのように対空はできませんが、代わりに海の上を走れます。こういう場所では便利だね早くもライフがヤバそうですが、この先は難しくないので問題ありません。なお最速を目指す場合、ボートキャラのフェイスはハテナを選ぶ必要がありました。しかし最速ビルドだとステージ開始時のサボテンを飛び越えるのに失敗した時点でクリアが絶望的になるので、自分は安定のためフェイスをゴーストにし、サボテンに2度触れても RTA が続行できるようにしました。はい、ステージ5。ここでは少し雑魚を倒しながら進むので、再び骸骨くんを操作していきます。なおスマイルくんとボートくんの出番は終了となります。おやすみなさい。でこのステージですが、精密なアクションを要求される手前のステージどもとは打って変わっての癒し面です。落下しないようにだけ気をつけて適当に進めば OK。簡単。最後の坂道ゾーンは、飛ばずに歩いていくと少しだけ加速できますね。ってことでステージクリアですが、今思うと、このステージはスマイルくんを使った方が早かったようなと思って検証してみたところ、ミスなく走れれば 0.5 秒ほど短縮できそうでした。誤差。ステージ5をクリアした後はテーパーくんとのバトルです。行動としては、ランダムな方向へ浮遊しつつ、1秒程度の間隔で3種類の軌道の卵を投げてきます。
またテーパーくんには唯一無敵時間が存在しており、今までのボスみたいに瞬殺することはできません。連続して攻撃を当てると2回ヒットしたりしなかったりするので、複数ヒットすることを祈りながら戦いましょう。と言っている間に1度目のラスボス戦は無事勝利。このゲームのタイトルにもなっているココロンくんのセリフをスキップしつつ、ラストステージへ向かいましょう。こちらのステージをクリアした後はそのままラスボスと戦うことになるので、攻撃力の高い骸骨くんで挑みますぞ。そしてここがステージ最難関ポイントですが、ジャンプ。OK、ギリギリから飛ばないと天井に頭をぶつけるという地味ながら難しいポイントでした。この辺に湧いている可愛いチアガールは非常にタフなので、通常プレイでもスルーした方がいいでしょう。そして下まで降りた先も油断禁物。ろうそくの炎は近寄るとぴょんぴょん跳ねて接近してくるのですが、触れれば8の特大ダメージなので触れてはいけません。こちらが近寄るまでは無敵なので、手前まで接近しつつ着地狩りで対処しましょう。さてステージをクリアするとそのままラスボス戦に突入するのですが、ボス戦でのライフは据え置きなので、なるべく無傷で突破できるようにしましょう。ちょっと食らっちゃったけどまあこの程度なら問題なし。あとは右端まで飛んでいけばいよいよラスボスです。ラスボスは相変わらずのテーパーくん。ですが一つだけ挙動が変化しており、初戦と異なり、反撃の卵が水平方向にも飛ぶようになっています。卵はショットをかき消してしまうのでかなり跳ねづらくなっており、ほぼ同じボスでありながらかなりの強敵に変貌しています。またボスはおよそ1秒おきに卵を飛ばしてくるのですが、選ばれる軌道は3種のうちランダム。時期の位置によっては回避不能になることもかなりあるので、厄介な撃たれ方をしないよう祈っていきましょう。と言っている間になんとか勝利。タイマーストップは勝利ジングルが鳴り終わった瞬間です。ここでタイマーストップ。記録は15分45秒でした。ではエンディングを流しながら RTA を完走した感想ですが、何度再走しても一向に楽しさが衰えない、素晴らしく面白いゲームでした。スピーディーな操作性にボスを連打で倒す軽快さ、そして稼ぎ作業一切不要の快適さにワンゲームが短めという手軽さ。様々なテンポの良さが合わさった結果、何度でも笑顔でプレイできる作品になっていると感じました。もちろん通常プレイでも本作は楽しめる作品であり、パーツごとの性能差は大きいものの、ワンゲームが短めなおかげで周回プレイにも適していますので、2周目ではあえて使いづらい武器を使って攻略、などのような楽しみ方もできることでしょう。他にはキャラメイク時にテストプレイができる点や会話スキップ機能の搭載など、現代ならあって当たり前だけど当時は珍しい、そんなユーザーに優しいシステムがついているのも好印象でした。一方の気になった点も述べてみますと、可愛らしい雰囲気からは想像もつかないほど難易度が高い点は、評価が分かれるかもしれません。特に急に降ってきて大ダメージを与えてくる亀。あいつは起きろ。また後半からは一度ミスしただけで一気に後半ステージの最初まで巻き戻されるので、そこは容赦なかったなと。一応セーブ機能付きなので、今日クリアできなくても明日は途中からやり直せるんだけどね。というような厳しい要素もあれど、質の高いドット絵にテンションの上がる BGM の数々。そしてファミコンでは貴重な斜め床といった技術力の高い実装に、見た目も能力も千差万別なキャラメイクという特徴的なシステム。どれをとっても、光るものの多い名作であったと言わせていただきたいです。とまあとても面白いゲームなのですが、マイナーゆえか移植等はされておらず、現在プレイするにはレトロゲーム屋さんでカセットを購入してくるしかないのが惜しいところです。プレイが夢のまた夢同然になってる精霊伝説リックルと合わせて移植版とか出してくれませんかね、たけるさん。そんなわけで、スタッフロールが終わりましたところで動画の方も締めさせていただこうかと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。